今回はデオルトのテーブル層 DWE7485 の基本操作とセッティングのやり方について解説していきます。DWE7485 はジョブサイトテーブル層の区分に入り、建築現場などで持ち込んで使用することを前提としているため、コンパクトで持ち運びが可能なテーブル層です。調整ホイールを回すとブレードが上下します。ブレードは作業者に向かって回転します。ブレードは90度を基準とすると、右側へ2度、左側へ47度傾斜することができます。ブレードを傾斜させる場合は、ロックレバーを持ち上げてロックを解除し、任意の角度にセットしたら、再びロックレバーを押し下げて固定します。ブレードが直角の場合、最大切断深さは 65mm、45度の傾斜の場合は、最大切断深さは 45mm となります。ブレードの脱着は、インサートプレートを外して行います。インサートプレートはノブを回すと簡単に外すことができます。ブレードは最大限上昇させておきます。本体背面に収納されているレンチを取り外し、片方をモーター軸にかませたら、もう一方をナットへはめ、ナットをブレード回転方向へ回すと、ナットが緩み、ブレードを外すことができます。DWE7485 に使用できるブレードは、外径が 210mm、中央穴の直径が 16mm のものになります。付属しているブレードはリッピング用のみで、もう1枚、端数が多いクロスカット用が必要となります。キックバックを防ぐライビングナイフは、固定ノブを回し、内側へ押し込むと外すことができます。ライビングナイフの取り付け箇所には、ブレードガードを取り付けることができます。ブレードガードを取り付けることで、ブレードが露出することなく安全に切断加工ができます。ブレードガードにはアンチキックバックアッセンブリを取り付けることができ、キックバックを防ぐことができます。本体背面には囚人用のダストポートが付属していますが、ブレードガードにもダストポートがあり、囚人効率を高めることができます。ブレード周りには布が取り付けてあり、テーブル裏面のギアなどに粉塵が付着するのを防ぎ、囚人効率も高くなっています。切断加工時、ブレードは加工材より 3mm 程度高くなるようにセットします。テーブル層を使用した場合、フリーハンドによる切断加工は行わず、必ずフェンスやマイターゲージを使用します。フェンスを使用した切断加工はリッピングと呼ばれ、木目に沿った幅カットになります。原則として
幅の狭い小口をフェンスに当てて行う切断や、木目と直交する切断は危険なので行わないようにします。マイターゲージを使用する切断加工はクロスカットと呼ばれ、原則幅の狭い加工材で木目と直交するカットになります。クロスカット時、フェンスとマイターゲージの併用は原則行いません。DWE7485 のフェンスにはラック&ピニオン方式が採用されており、フェンスの位置を簡単に精度高く調整することができます。フェンス両端部には溝があり、前後のフェンスレールのピンにはめ込み固定します。前後のフェンスレールの歯車が1本のシャフトでつながれており、前後のフェンスレールが連動して動く仕組みになっています。フェンスを移動しても絶えずマイタースロットと平行を保持できる仕組みです。フェンスはレールロックレバーを押し下げ固定します。フェンスレールのピンは前後それぞれ3箇所に付属しています。右端のピンにフェンスを固定した場合は、最大切削幅が約 622mm になります。右端から2番目のピンにフェンスを固定した場合は、最大切削幅が約 508mm になります。左端のピンにフェンスを固定した場合は、最大切断幅が約 305mm になります。フェンスに付属しているナローリッピングフェンスは、回転させるとテーブルからはみ出た加工材を支えることができます。ナローリッピングフェンスをフェンス両端の上部スリットにセットすると、幅の狭いリッピングがしやすくなります。フェンス側面にはプッシュスティックが収納されています。付属のプッシュスティックは厚みの薄い加工材には適さず、滑り止め機能もないので使用をお勧めできません。特に幅の狭いリッピングなどはプッシュブロックの使用をお勧めします。プッシュブロックは切断される両側の材料を同時に保持できるため安定した加工ができます。付属のマイターゲージは両側のマイタースロットで使用できます。30度まで任意の角度に設定できます。電源スイッチは停止ボタンが大きくなっており、緊急時に押しやすくなっています。スイッチをロックするカバーも付属しています。モーター音は80デシベル程度になります。停止ボタンを押すとブレーキが効き、ブレードの回転がすぐ停止します。すべての付属品は本体に収納でき、運搬できます。インサートプレートとテーブル面が平滑であるかどうか確認し、調整していきます。インサートプレート4箇所の調整ネジを回し、テーブル面と平滑になるように調整します。
ブレードを最大限上昇させ、テーブル面とブレードの直角を調整していきます。直角の調整はロックレバーを解除し、スコヤで確認しながら行いますが、デジタルの角度計があると便利です。ベベルカットなどブレードを傾斜させる場合にも、デジタルの角度計を用いると正確な角度にセットすることができます。90度と45度の位置にはベベルストップネジが設置されています。ブレードが直角にセットされた状態でベベルストップネジを回し、内側のカムがベアリングブロックに突き当たったら締め付け固定します。ブレードの傾斜が45度の場合も同様にセットします。ベベルストップネジのカムに突き当てると自動的に90度、45度にブレードをセットできるようになります。ブレードが90度の状態でマイタースロットとブレードの平行を調整していきます。調整にはストッパーを取り付けたスケールを使用します。ストッパー部分をマイタースロットにはめ、スケール先端をブレード手前の端部に密着させます。スケール先端を密着させた状態でストッパーをマイタースロットに押し当てて固定します。ブレードを回転させ、スケールを密着させたポイントを奥側へ移動します。ストッパーをマイタースロットに押し当て、スケール先端の密着度合いを確認します。ブレードの調整が必要な場合は、テーブル裏の固定ネジを緩め、マイタースロットとブレードが平行になるように調整します。フェンスとマイタースロットの平行を調整していきます。スコヤの土台部分をマイタースロットに密着させ、フェンスを押し当てて固定します。スコヤを奥側へ移動し、マイタースロットとフェンスの平行にズレがないか確認します。調整が必要な場合は、調整側の固定ラッチを解除し、ピンを緩めます。スコヤの土台とフェンスが密着するように調整し、ピンを締め付けて固定します。DWE7485 にはフェンスとテーブル面の直角を調整する機能はないため、ズレを考慮に入れて加工する必要があります。マイターゲージはスコヤ頭を使用し角度調整します。付属のマイターゲージはマイタースロットとの密着性が悪いため、加工の際注意が必要です。DWE7485 のテーブル面は完璧な平面ではないため、精度の高い加工をするためにはテーブル面の癖を考慮する必要があります。